今日はですね、キロカというメーカーの 5000mAh のモバイルバッテリーを購入してきました。T225W に対応しているので、iPhone などスマホの背中の、背面に貼り付けるだけで最大 25W の速度で充電ができるという、最新の充電器となっています。このキロカのモバイルバッテリーは非常に薄くてコンパクトにできていて、最新技術が詰まっています。それゆえにちょっとした代償も抱えているんですね。その辺も、このレビューでの見どころとなりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速開けていきましょう。後ろの方に、上に2つシールが留められてますので、こちらを開けていきます。こちらのカッターで開封して、蓋を開けていきますと、このような風なものが入っていて、とりあえず使い説明書、3ヶ月延長保証のカード、C2C の充電用ケーブル、そしてキロカの、モバイルバッテリー本体ですね、が入っている。こちらが入っています。内容物はこれだけですので、非常にシンプルなものですね。最近は何か LINE で登録して、LINE とか会員登録すると、製品登録すると延長するっていうタイプが多いですね。キロカもそういうタイプを作っているようです。で、表面ですが、ここ非常にマットな作りになっていて、指紋がそんな指紋がつかないとは言いませんが、それでも指紋がベタベタついて残るような気になるような質感にはなっていないです。で、ここにキロカって書いてあるんですが、グレーで書かれてるんですけれども、そんなに目立つような感じで書かれていないので、そこら辺も、個人的には評価高いですね。で、裏は、接着する部分はシリコンになっていて、iPhone などを傷つけないようになっていますね。で、ここに、G225W のマークが書かれているんですが、おそらくカメラじゃ見えないかな。で、充電に関しては iPhone のここに貼れれば充電が開始されるという風になってます。それではこのモバイルバッテリーの大きさや重さを測ってみましょう。まず縦ですけれども、縦は 101.6mm、10センチちょっとですね。幅が 69.8mm、厚さが 8.4mm ですね。基本的に本体が当たる面はシリコンで作られていて、側面は裏面から続いて、シリコンになってますね。シリコンカバーがかかってるって思うといいのかもしれません。当然剥がせるようにはなってませんけどね。では重さの方を測ってみましょう。はい、重さを測ってみると 112.5g。比較的軽いですね。比較用に持ってきた以前、こちらの私のチャンネルで紹介した、半固体電池のモバイルバッテリーですけれども、こっちは 132g ですから、やっぱちょっと軽いなっては思いますね。大きさもこちらの方が、少し小さめにできてましたね。薄さはそれほどでもないかな。でも十分薄い作りになっていると思います。これぐらいの薄さの差がありますね。全体的に非常に小型なコンパクトな、モバイルバッテリーで、なおかつ C225W 対応している最新モバイルバッテリーとなってますね。それでは iPhone へのモバイルバッテリーを使っての充電能力を、確かめてみたいと思います。方法は2つありまして、まずこちら側の、C225W の充電を試す方法と、裏に、下側にある USB-C ポート、こちらを有線でつないで充電した、パターンとの2つのパターンで、充電をしながら温度を測って何パーセント回復して5分間で何パーセント回復するかというのを30分間、計測いたします。それでは計測してみますので、少々お待ちください。
それでは計測してみました。グラフをこちらに表示します。結果なんですけれども、どちらも最初の5分はちょっと早めに充電するんですけれども、その後どうしてもそこまで8%とか、6%とか充電していたのが、10分、15分と進むにつれて、ケーブルの方でも3、4%、C225W の方の充電でも3、4%同じぐらいですね、の充電しかしなくなっちゃったんですね。困ったことが2つあって、まず C2 の充電なんですけれども、ケース付き、このようにケース付きで充電した場合、ほとんど充電しませんでした。大体というか、充電マークはついてるんだけど、パーセントが5分経っても10分経っても 1% も増えない。そんなような充電になってしまいまして、しょうがないので、これは一回ケースを外して充電させました。そしたらしっかり充電されるようになったんですけれども、それでも、最初の5分は 6% ぐらい充電できたんですけれども、その後は5分間で 3% ずつしか充電できないような、そんな状況でした。とってもなんか速度が合わないというか遅いんですよね。ケース取っててこの速度はちょっと遅すぎますなっていう感じでしたね。で、有線の方です。有線の方ですが、有線の方はもう変な挙動をしてまして、ケーブルをつないで5分待っていたら2分ぐらいに一瞬充電が切れました。で、その後5分後は 8% 充電できているんですけれども、10分後、15分後とになってきても 4% から 3% 充電しかできない状態だったんですね。このような低速なちょっと充電でおかしいなと思ってみたので、思っているところなので、この後、テスターを使ってのチェックをしてみたいと思います。あくまで計算上なんですけども、iPhone 17 Pro、Max じゃなくて Pro の方なんですけれども、こっちのバッテリー容量が、公表されてはいませんが、だいたいこの、容量って言われている容量で3%から4%、5分間で回復するっていうのは何ワットで実体充電したらこうなるのかなっていうのを計算で出してみると、だいたい10ワット前後なんですよね。さすがにちょっと遅いだろうっていう。有線でも30ワット、有線で30ワット。で、無線で、最大とは、あくまで最大はとはいえ25ワット。これだけの充電の能力があるにもかかわらず、実質的に充電されているのは10ワット程度しか充電されていないという状況でした。というわけで、これを次はテスターを使って試してみたいと思います。それでですね、iPhone への充電速度が遅かった理由を探るため、今度はテスターに対してモバイルバッテリーを装着することで充電をチェックしてみたいと思います。それではしばらくお待ちください。それで結果がこちらです。なんかちょっとすごいことのデータになってしまいましたよね。30分間連続で一応測ってはみたんですけれども、5分経つ前に1回、リセットがかかりました。で、5分から10分の間にももう1回リセットかかりました。で、5分と10分の間のリセットまでは 25W の出力が出てたんですけれども、その後、最大出力が 15W になってしまって、その後ずっと 15W、15分後も 15W。で、ここでもう一回リセットがかかりまして、その後、実は 0W になってしまったんですね。熱でフリーズしたのかなとは思うんですけれども、モバイルバッテリーの一番熱くなるところであろう、充電器の、端子の部分、USB の端子のある部分の方ですね。一番よく熱くなる構造になっているところの温度を見ても、5分後に 49.6 度まで上がって、高いなと思ってたら、
そこでその後 46.8 度で15ワット制限になって15ワット制限になって46.8 度と46.4度になって、でその後、温度が上がり続けたわけではないんですが、ちょっと 0% になってしまったっていうのがあります。でこれで単純に壊れたんじゃないかなと壊れちゃったかなと思ったんですけれども、ちゃんと冷やした時点で、もう一回使ってみたらちゃんと動いているので、大丈夫だとは思う。安全装置がかかって出力を止めたんだとは思うんですけども、ちょっと変わった動きというか、かなりちょっと変な動きというか、出力し続けられないっていうちょっと困った動作してますねっていうところですね。それでは今度は有線の方の、出力をテスターを、使って測ってみたいと思います。それではですね、テスターを使ってこのキロカのモバイルバッテリーがどれだけの充電の出力モードを持っているかをチェックしてみたいと思います。テスターと、モバイルバッテリーを接続して、こちらから、急速充電をトリガーするって選んで、パワーデリバリーというのを選びます。そうすると、扱える PD のモードが一覧が出ます。5V、2A、9V、3A、3区27、27W ですね。で3つ目が 12V、2.5A。これをかければ30W になりますと。それでは出力のモードが分かりましたので、今度はこちらの負荷装置を使いまして、負荷装置と接続をして、30分間、通電させてみて、どんな出力や温度になるかというのをグラフにしたいと思います。それではしばらくお待ちください。それで結果なんですけれども、結局ちょっととある事情でグラフ化することができませんでした。ですね、その事情というのがこちらに簡単に書いてあるという感じなんですけれども、最初の5分を測るまでに、最初のうちの頃は、ちゃんと 30W 出てたんですけれども、最初の5分に行くまでにだいたい2分ぐらいかな。それぐらいの時にリセットがかかって、急に落ちました。で、その後にテスターでいろいろ調べたんですけれども、温度が上がりすぎたわけでもないのに、出力が 10W に制限されてました。なので、30W を出そうとして、でも 10W しか供給できないので、落ちたって感じですね。安全装置のために落ちたっていう感じです。なんでこんな風になったのかはちょっとわからないんですが、結構、発熱がひどくて、安全装置が働きやすいのかなっていうのがちょっと印象ですかね。安全装置が過度とは思いません。無線の方だと49度まで行ってたりはするので、おそらくこの時も内部的にはかなり温度が上がったんだと思います。で、無理やり、10W にして、10W に調節してそのまま出力させてみてもんですけども、その後はずっと 10W のまま横ばいになるっていう感じでした。それは当然なんですね。10W の出力しか出そうとしてないし、テスターの方で、こっちのテスターの方で先ほど見た、リストの中の一番上の 10W までの出力、5V、2A ですね。モードしか許さない状態になっていたので、それ以上の、出力は出せない状態になってました。壊れたのかなと思ったんですけども、一応放置しておけば元に戻ったので、多分普通に安全装置なのだと思います。放置っていうのは要するに何もしない状態で置いといたら、戻ったということなので、普通に安全装置が働いてそうなったんだということは考えられます。ただそれ以上のことはちょっと取れない、考察できないなっていうところですかね。でも逆に言えばこれで充電時の遅さがなんとなく分かったかなと思います。
だいたい 10W ぐらいしか有線でも出てこなかったのはここら辺が原因なのかなっていうのが予想つきます。10W ぐらいしか出せないから、2%、3%、4% しか、回復できないっていうことになりますし、こちらの方、C225W の方で充電したとしても、充電が、しても出力が、そこまで5分ぐらいしか持たない。プラス、温度もすごく急上昇してしまうので、スマホの方から多分そこまで速度を上げないように調節してしまっているんだと思います。それで、だいたい 3%、4% ぐらいの充電速度になっていると。そんな感じですね。なんかスタートダッシュこそ速いけれども、すぐ息切れをする超短距離走者、50メートルじゃなくてもう25メートル走なんじゃないかなってぐらいの、しか全力で走れきれない人なのかぐらいな感じの、イメージですね。というわけで、iPhone17 が充電速度が遅い理由がこれでなんとなく分かりました。というわけで今回はキロカのモバイルバッテリーを使ってみた正直レビューでした。結論から言うと、小ささと新しい電池方式に惹かれる一方で、日常で使う道具としては気になる点が結構ありましたね。まずいいところとしては 5000mAh の容量で、しかも純固体電池を採用したモバイルバッテリーとしては本体がかなりコンパクトです。ポケットや小さめのバッグにもスッと入るサイズ感なので、今日は荷物を軽くしたいという日に特に持ってく気になれるのは素直に強みだと思いますね。見た目もミニマルでガジェット感が強すぎないのも、結構好みでした。ただここからが問題で、小さい分使い勝手の面で代償を払っている印象がありましたね。特に気になったのがマグセーフ周り。iPhone のマグセーフ対応ケースをつけた状態でも充電がいくら待っても増えない。もちろんケースにもよるんだとは思いますけれども、マグセーフ対応ケースっていうのを使っているのにろくに充電できないというのは残念感が強すぎます。ピタッとつけば安心して置いておけるというマグセーフの気持ちよさがこの製品だと得にくいんですよね。もう一つは出力の安定感です。有線でも無線でもしばらく使っていると出力がすぐ弱くなってしまって、体感でも思ったより充電が進まない、頼りきれないという感想です。もちろん環境や端末との相性ともあるとは思うんですけれども、モバイルバッテリーっていざというと強度確実性が欲しいじゃないですか。そこがブレるとどうしても評価が厳しくなっていますよね。多分デザインや薄さ、サイズ感を優先した結果なんだろうなとは想像できるんですけれども、正直残念な点が目立ってしまったのも事実です。使っていてワクワクはするけれども、実用面でストレスがたまるっていうタイプですかね。なので現時点でこれおすすめって言えるかというと難しいです。特にマグセーフで安定して充電したい人、外出先で確実に急速充電したい人には確実に別の選択肢の方がおすすめしますね。とはいえ、キロカってまだ登場したばかりのブランドですよね。例えば CIO も最初の頃は尖ってるけど癖も強いみたいな製品が多くて、人におすすめできるかというとそうは言いにくい時期がありました。それが改良を重ねて今では定番ブランドの一つになっています。そう考えると今回のモデルも第一歩としては面白い挑戦で、ここから改善された後継機が出てきたら一気に化ける可能性は十分にあると思います。次は今回の欠点がちゃんと詰められたモデルになっているか、次回作を期待したいと思います。というわけでこのチャンネルでは今回みたいにちょっと残念だったガジェットも含めてできるだけ正直にレビューしていっています。まだまだ小さなチャンネルですけども、参考になったら高評価やチャンネル登録、そしてハイプなどで応援してもらえるとすごい嬉しいです。それではまた次回のクラカツでお会いしましょう。